あなたは食べ物で死にかけたことはありますか？遡ること11年前の2011年8月、アメリカ28週にもわたる広い範囲で奇妙な病が確認されました。高熱や頭痛、嘔吐といった症状は一見風邪のようでしたが、中には意識障害や痙攣など重症化する患者も。患者数は瞬く間に膨れ上がり、最終的に33人もの死者を出す騒動に発展していったんです。この症状はまさか。嫌な予感を募らせる医師たち。患者にアンケートを取り、関係各所で調査を行った結果、明らかになったのは意外な因果関係でした。患者は全員発症前の1ヶ月間にあるものを食べていたんです。そのあるものとはマスクメロンでした。アメリカで33人もの命を奪った殺人メロン。メロンを食べた人たちを襲った謎の病の正体とは。事件を通じて浮き彫りになったのは、食品を扱うことの責任の重大さだったんです。スイカバーの種ちっちゃい時ペッてやっちゃってたけど、あれ食べれたんだ。ケンちゃんです。メトラにメロメロパンチみやみこです。どういうこと？メロメロになるパンチ。ちょっと古いんだよね。メロメロパン。本日ご紹介するのはアメリカでなんと30人以上もの人を死に至らしめた殺人メロンについて。はい、殺人メロン。ユーマかなんかメロンが歩いてんの？違うんですけれど、いい線いってんの？言ってないんですけど。言ってないんですけど、僕この話聞いた時に、もう食品をね、扱う人っていうのは、本当に重大な責任を負っているっていうことを再認識させられた事件なんですよ。それではまずね、この殺人メロンの被害者となった女性の話から見ていきたいと思います。女性を襲った病。遡ること11年前の2011年9月、アメリカ・インディアナ州。ここで暮らす女性、ミシェル・ワクリー・パシオレクは、家事をこなしつつも、何やら辛そうな表情を浮かべ、しきりにため息をついていました。ママ、どうしたの？マリソン。ママ、なんだか寒いからお布団に入ってもいいかしら。家事を一段落させたミシェルは、3歳の娘マリソンを気遣いながら、ふらふらとベッドに横になります。それからしばらくしても気分は一向に良くならず、体温はみるみるうちに38度の高熱に。頭や足の付け根が痛み、額には汗がにじみます。まるでインフルエンザのような症状に不安を覚え、ミシェルは病院に駆け込みました。先生、大丈夫なんでしょうか？ミシェルがひどく不安がっているのにも理由があるんです。そう、この時彼女の中にはもう一つの命が宿っていました。3ヶ月後には女の子の赤ちゃんが生まれてくる予定だったんです。誰だってさ、妊娠中の病気不安じゃない？お腹の中の赤ちゃんに万が一があったら気が気じゃないわよ。そんな怯えるミシェルに医師はどんな診断を下したんでしょうか？大丈夫。ただの風邪ですよ。家でゆっくり休んでください。至って穏やかな口調でそう告げる医師に、ミシェルはほっと胸をなで下ろします。そして医師の言う通り、自宅で過ごしていたミシェルの熱は次第に下がっていきました。しかし、どうしたことか、熱が下がってから2週間が経っても、なぜか体は重たいままで気力も湧きません。疲れが出たのかしら。違和感を覚えるミシェルだったんですが、それよりも今は退屈させていた娘のマリソンのことが気になっていました。遊びに出かければ気晴らしにもなるわよね。そう自分に言い聞かせ、ミシェルは娘マディソンと2人で出かけることにするんです。マリソンと出かけたミシェルはネイルサロンでリラックスした時間を過ごしていました。その時、突如としてミシェルを襲ったのは、子宮が潰されるような痛み。もう陣痛来たの？ミシェルの出産予定日で3ヶ月後でしょ？実はですね、ミシェルが患っていたのはただの風邪ではなく、その影響はお腹の赤ちゃんにまで及んでいたんです。激痛に苦しむミシェルはすぐさま総合病院へと担ぎ込まれました。そしてなんとそのまま出産。約3ヶ月も早く生まれた娘の体重はわずか 1670g。平均体重の半分ほどしかない状態で生まれてきてしまったんです。また赤ちゃんの異変は生まれるのが早かったことだけではありません。保育器の中でチューブにつながれた小さな体には所々黄色いシミのようなものが、そう、肝機能の低下による黄疸が浮かび上がっていたんです。一体どうして？困惑するミシェルに対し医師はこう聞きました。ここ数ヶ月の間にメロンを食べませんでしたか？そう、実はこの頃アメリカではメロンを食べた後にミシェルと同じように体調不良を訴える人が続出していたんです。だからなんで体調がメロンで悪くなっちゃうわけ？しかも赤ちゃんまでさ。謎すぎますよね。本人のミシェルも医師の質問に驚いてたんですけど、メロンによるね、被害っていうのはかなり深刻な状況だったんです。殺人メロンの正体。妊娠中、新鮮な果物や野菜で健康的な食生活を送ろうとしていたミシェルは頻繁にメロンを口にしていました。当然ミシェルが食べたメロンが傷んでいるようなことはありませんでした。さらにメロン自体に病気の原因となる成分が含まれているわけでもありません。実はミシェルが食べたメロンはあるものによって汚染されていたんです。そのあるものとはリステリア菌なんです。
口の中入れてクチュクチュってやってボカーンってなるやつ。リステリンお口クチュクチュ。いや、それはモンダミン。いろいろ良くないね、これ。僕もね、この話で初めてこの菌が存在することを知ったんですけど、というわけで、本日のメトロアキーワード、リステリア菌について。リステリア菌は川や土の中、動物の糞など自然界に多く分布する細菌。生肉や生乳、植物などに付着していることがあり、しばしば食中毒の原因となるんです。1980年代以降の欧米諸国では、キャベツやチーズといった食品を介してリステリア菌の集団感染が相次ぎ、アメリカでも毎年約2500人の感染者が出ているんです。リステリア菌はマイナス4度までの低温に耐え、濃い食塩水につけ置いても死滅しない生命力の強い細菌なんです。健康な成人が発症するケースは稀なんですが、高齢者や妊婦は重症化しやすく、10時間から1ヶ月の潜伏期間を経て発症するんです。特にミシェルのような妊婦にとっては、胎盤を通じて胎児にも感染し、早産や流産になる可能性がある非常に危険な細菌なんです。じゃあ何、赤ちゃんが3ヶ月も早く生まれてきた理由って？そうなんです。それが原因で早産になったんですけど、生まれてきたね、赤ちゃんっていうのもまたリステリア菌に毒されている。ミシェルとその夫は生まれたばかりの小さな娘にケンダルと名付けました。彼女は集中治療を余儀なくされ、抱きしめることも叶いません。私がもっと注意を払っていれば。保育器の中のケンダルを見ながら、ミシェルはメロンを食べた自分自身を責めずにはいられませんでした。リステリア菌の恐ろしいところは、早産のリスクだけではありません。細菌は新生児の脳を襲う可能性があるんです。もしリステリア菌がケンダルの脳に侵入すれば、脳性麻痺や髄膜炎の原因となり、最悪の場合、寝たきりになってしまうかもしれないんです。幸い、抗菌薬の投与が功を奏し、ケンダルとミシェルを犯していたリステリア菌は死滅。しかし、小さな体で生まれたケンダルは、その後も感染の後遺症に苦しめられたんです。チューブを通して胃の中に栄養分を送っても、彼女はすぐに吐き戻してしまうんです。食事のたびに嘔吐するケンダルの姿に、ミシェルは胸を痛めたんですが、同時に幼い命が懸命に生きようとしているのを感じ、必死に祈り続けたんです。まさかメロン一つでここまでのことになるとは思わなかったわよね。ケンダルに万が一のことがあったらいたたまれないわよ、本当にミシェルのことは。そうだよね。自分が親だったら自分はまだしもさ、お腹痛めてね、産んだ子でね、僕らはね、子供いないですけど、それでも想像ができるぐらいやっぱ家族って大事ですからね。特に自分の子供とあってはね。そんな中ね、ミシェルとケンダルね、リステリア菌のね、戦っている中、政府は感染経路の究明に急いだんです。ずさんな管理体制。メロンを介したリステリア菌の感染者はアメリカの28州にわたる広範囲で続出。中でも感染者数が最も多かったコロラド州では食品管理を担う政府機関 FDA によって感染経路の究明が急がれていました。ちょっとカミカミでした。すいませんでした。そして感染者たちが購入したメロンの出荷先を調査した結果 FDA はとある農場へとたどり着くんです。コロラド州にあるその農場はアメリカでも有数の大規模農場。こんなでかい農場でまさかな。FDA の調査員は半信半疑で農場の調査に訪れた。しかしメロンの洗浄を行っている設備に足を踏み入れたその時、調査員の目に言葉を失うような光景が飛び込んできた。なんてことだ。調査員の目の前で音を立てて動いていたのはなんと、じゃがいも用の洗浄機。それもかなり古い機械で汚れが相当に蓄積している状態だった。さらにメロンを箱詰めしているエリアの床には泥の混ざった水たまりが。すぐ外には農場を走り回ったドロドロのトラックが止められていた。設備内は誰がどう見ても食品を扱っているとは到底思えない環境だったのだ。食べ物売る人たちがこんなんじゃダメでしょ。安心して買い物もできないわよ、本当にこんなんだったら。絶対買いたくない、こんなところで。FDA の調査によってね、ずさんな管理体制っていうのが浮き彫りになったんです。調査が実施された農場では、同年5月にメロンの洗浄設備の買い替えが行われていました。その際、経費削減のため、メロン用の洗浄機ではなく、中古のじゃがいも洗浄機を購入したというんです。さらに、メロンは出荷前の塩素消毒が義務付けられているんですが、この農場ではその工程もカットされていました。案の定、この農場のメロンの皮からは、感染者たちを犯していたものと同一のリステリア菌が検出されたんです。その後、すぐさまスーパーや小売店から農場のメロンが回収され、消費者にも自主回収が呼びかけられました。しかし、この頃にはすでに被害は甚大なものに。殺人メロンによる最終的な感染者数はなんと147人。うち33人が死亡、1人が流産する結果となってしまったんです。感染源となった農場の経営者は業務上過失致死で逮捕、5年の保護観察と3000万円の罰金、100時間の地域奉仕活動が言い渡されたんです。失われた命を思うとどんな厳罰が下っても納得できないかもしれない。文句言えないレベルですよね。人の命がなくなってるんでね。なんとかね、この事態が収束に向かっていく中で、実はメロンを食べた人以外にも被害者がいるんです。感染源となった農場はロッキーフォードカンタ
タロープというブランド名でメロンを出荷していました。ブランドの産地であるコロラド州ロッキーフォードはアメリカで最も日中と夜の温度差が激しい地域。特有のその気候が生み出す甘いメロンは毎年約300万個の出荷数を誇るアメリカナンバーワンのブランドでした。事件後自主回収の呼びかけがあったこともあり、同ブランド全体の売り上げが例年の 20% ほどにまで激減してしまったんです。ロッキーフォードのメロン生産者たちは口々にこう言い合いました。とんだ風評被害だ。彼らの言い分は不祥事を起こした農場と違い、自分たちは管理体制を徹底しているというだけのことではありません。実は感染源となった農場はロッキーフォードの農場ではなかったんです。なんでやねん。どういうこと？結局ロッキーフォードの農場じゃなかったの？そうなんです。このロッキーフォードをね、名乗っていたっていうのは、農場のね、商業的戦略だったんです。リステリア菌の感染源となった農場はロッキーフォードからは約150キロは離れた場所に位置していたんです。しかし一大ブランドとして人気を誇るロッキーフォードカンタロープの恩恵に預かろうと同じブランド名でメロンを売り出していたんです。実は2011年時点でロッキーフォードカンタロープは商標登録されていませんでした。そのため他の産地の生産者が同じブランドを名乗っても法律的には何の問題もなかったんです。こうして全くのとばっちりとも言える形で消費者からの信用を失うことになってしまったロッキーフォードのメロン生産者って言いづらいな、これ。生産者たち。ここから特許取得や設備の一新、メロンの安全な食べ方を伝える広報活動など、ブランドの信用を取り戻すため1億円近い出費が要されたというんです。ロッキーフォードの農場の人たち何も悪くないの。かわいそうすぎるわよ、いくらなんでも。食品ってさ、イメージで買う人もいるからさ、風評被害ってのはやっぱ起こりやすい業界ですよね。日本でもさ、安全っていうのが科学的に証明されてるのに、3.11、福島の作物がどうだこうだ、風評被害起こったりね、いかにもこう人間らしい悲しい佐賀なのかもわからんですけれども、そんな中でなんですけれども、リステリア菌にね、侵されてしまったケンダル。その後ね、彼女は無事だったのか、早速見ていきたいと思います。幼い命の奮闘。メリークリスマス。2011年12月24日、インディアナ州のとある一軒家にクリスマスを祝う明るい声が響いていました。家族が集うリビングには3ヶ月前、リステリア菌の感染症に苦しんでいたミシェルの姿が。その腕の中には生まれたばかりのケンダルが抱かれていました。そう、ケンダルはあの後、その小さな体で病魔と戦い続け、自宅へ戻れるまでに回復してみせたんです。リステリア菌が死滅した後も、胃の中に送り込まれる栄養分をすぐに吐き出してしまっていたケンダル。彼女のその様子から、治療方針は点滴を使った栄養補給に切り替えられていました。するとケンダルの容体はみるみる解放に向かっていったんです。退院後も同じ時期に生まれた子供と比較して成長に遅れはあったものの、ケンダルは医療の力を借りながらたくましく成長していきました。懸念されていた脳の影響も出ておらず、彼女は眩しい笑顔を見せています。マジでよかったな、本当に。元気に成長してくれててほんとよかったわよ。本当ですよね。彼女の命が脅かされてはしまったんですけど、この件で食品に対するそれを取り巻く大人たちの責任の重さっていうのがね、明確に示されるというか、我々消費者側もね、果たしてその食品は大丈夫なのかっていうところを含めて、本当にシビアにならないといけないです。事件後にコロラド州立大学が行った調査では、メロンを購入した消費者のうち半数以上がメロンを洗わずに切っていたと判明しているんです。結果、皮に付着していたリステリア菌がナイフで果肉部分に押し込まれたことも食中毒の一因になっていました。家庭でリステリア菌を予防するには、生野菜や果物は新鮮なうちに念入りに洗ってから食べること。妊娠中の方や高齢者など免疫力が低下している場合には、ナチュラルチーズをはじめとした感染リスクが高い食品を避けること。生産者が食品の安全性を保証するのはもちろんなんですが、食品を購入する立場の我々も自身や家族の健康を守る責任があることを忘れてはいけないと僕は強く思いました。なんとですね、この度、姉妹チャンネルのミッドナイトムーンのね、ケンとヤメリのオリジナルボイスですよ。オリジナルボイスとは何かというと、買ってくれた人の名前入りでボイスを作るという、あなたのためみたいな、そんなボイスを作ってくれる姉妹チャンネルのミッドナイトムーンも見てくれてる方がいれば、概要欄、そして固定コメントのリンクからね、ぜひアトリエストアムーントリップまで見ていってください。これはさ、ヤミリちゃんにさ、私のための気象ボイスを送ってって言ったら、ヤミコ様起きるんですわよとか送ってくれるわけ。そうそう、オリジナルで、例えばヤミコちゃん買ったヤミちゃんの名前入りで作ってくれると。ヤミコ様、今日も世界一お綺麗ですわとかでもいいの？まあありだよ、そういう使い方もね。よかったらね、ぜひ皆さん見てみてください。